前回、こんな状態から、ここまで頑張りました。あとは、10センチほど、床を上げて、やっと当初の目的、靴箱を作ろうと思っているんですが、簡単に、10センチ上げると、言ったものの、そこそこ、コンクリートが必要です。手骨コンクリートなので、体の各部位が、順番に染みます。雑にやっているように見えますが、ちゃんと水平などはとってます。でも基本雑です。やっと、10センチの高さまで、コンクリートを張り終わりました。コンクリートが乾く合間に、この上げた床に土台の板を引こうと思います。そのために、コンクリートと土台板をくっつけないと。その前に、壁の補修を、モルタルを作って埋めました。土台板として用意したのは、使わなくなったテーブルの天板。それを、土台のサイズにカットして、今から防腐、防虫、防カビ塗料を塗りまくります。今回はこれを少し水で薄めて、使います。色はついていますが、防腐、防虫、防カビのためなので、塗り方がめちゃくちゃです。塗り終わり、乾燥させたら、アンカーボルトの位置を決めます。当初の予定では、上からボルトをねじ込むタイプの、アンカーなので、板の表面とつらい位置にしようと考えましたが、これだと、上からボルトが回せないことに気がつき、急遽変更。
で、考えたのが、穴を開け、ボルト頭の厚み分だけを、くり抜いてしまう方法。アンカー用の穴ができたので、防虫、防カビ剤を塗ります。開けた穴以外には、すでに塗料を塗っているので、こんな雑に塗ってます。すでに、アンカーを入れてあります。入れたアンカーはこちら。土台の板を置きます。ボルトでアンカーにマウントします。手前の方は、コンクリートネジを、直に打ち付け、穴はダゴで塞ぎます。これでやっと、靴箱の土台ができました。ここからやっと大工さんなんですが、床を10センチ上げ、壁を補修したことで、壁側が垂直になっておらず、靴箱を水平に作るには、両横の縦板を壁に合わせて切り取らないといけなくなりました。
切っては、合わせ、の繰り返し。ということで、今回はここまで。やっと、材木を扱うところまで来ました。次回は、ホームセンターで買ってきた材料と、廃材で、箱の枠を作ります。行き当たり、ばったりなのが、DIY。